皆さんこんにちは、田中さんです。今回は練習日記についてご説明したいと思います。練習日誌やトレーニングノートと呼ばれることもありますね。練習日記は日常生活を書いた日記と違い、音楽的なスキルの向上を目的にしたもので、練習のこれまでの記録とこれからの計画書にもなる優れものです。練習日記を書くこと自体がメンタルトレーニングになる上に、書き続ければ未来の自分への教則本にもなってくれます。練習日記をつけることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。早速見ていきましょう。一つ目は練習の記録です。練習した時間や内容を書くことで進捗状況を客観的に確認することができます。長く練習日記を続ければ自分がどれだけ成長したかの記録になり、モチベーションの向上にもつながります。二つ目は目標の明確化です。何のための練習かといった具体的な目標をはっきりと意識することで、なんとなく練習しているという状態から抜け出すことができ、練習中の集中力も向上します。三つ目は練習の計画化です。これまでの練習を振り返ることで、次回の練習内容を明確にすることができます。曲やテクニックなど、あれこれ手を出している状態の人にはおすすめです。四つ目は自己認識の機会になります。練習中に思ったことや気づいたことから自分の演奏の傾向を知ることができ、自分自身への理解を深めることができます。ここから自身の強みや改善点を見つけ、練習量や内容を調整することができます。では、具体例を見ながら練習日記の書き方について説明したいと思います。まずはノートやルーズリーフを用意します。大きさは A4 や B5 ぐらいがちょうど良いと思います。パソコンでも練習日記は書けますが、実際にペンを持って紙に書くことをおすすめします。書くという行為が脳を活性化させ、集中力の向上になります。線を引いたり図を書くのも紙の方が簡単です。紙だと物理的に増えていくので達成感も得られるのが良いですね。それでは中を書いていきましょう。まず日記に欠かせないのが日付ですね。他にはその日の天気と体調を書きましょう。天気は練習とは関係ないように思えますが、気圧の変化は体調に影響を与えることがあります。例えば、雨の日に頭痛がしたり集中力が落ちたりするのは低気圧の影響なんですね。体調不良の原因を特定できれば今後の対策につながりますので、天気と体調は日記に書いた方が良いでしょう。次に練習内容を記載していきます。その日の練習の目的、何時から何時まで練習したか、何の基礎練習をどれだけ練習したか、曲の練習ではどこをどれだけどのテンポでやったか、どこに気をつけたか、練習していて気づいたこと、感じたことを記入します。練習中にもらったアドバイスなど、新しい知識も忘れずに書いてください。次に、その日の練習を振り返り、良かったことや悪かったことを書いてみましょう。そこから何がどう良かったのか、悪かったのかを分析します。上達できた箇所や達成できたことはしっかり書き出し、自信や自己肯定感の向上につなげます。悪かったところはどこをどうすれば良くなるかを考え、今後の改善点や次回の課題をまとめてみましょう。最後に、その日の練習の成果を5段階ぐらいで評価し、一言でも良いので感想を付け加えます。プラスアルファで各アファメーションをしても良いですね。これらを記入すれば練習日記として十分でしょう。さて、練習日記を書くときのポイントはいくつかあります。まず、正直に書くことです。練習日記は今だけでなく未来の自分のためにも書いていますので、嘘を書いたら意味がありません。その時の自分の考えや感情を大切にし、自由に書いてみましょう。また、練習内容は具体的に書くことも重要です。丸月ペケ日、エチュードの練習みたいに簡単に書くのではなく、丸月ペケ日、エチュードの練習、曲名、特に指使いに注意したなど、見返した時に練習内容がある程度わかるように書いてください。詳細な練習日記はより正確な自己分析ができますが、
その分時間がかかりますし、負担になりがちです。反対に、要点だけに絞った簡潔な練習日記は時間の節約になりますし、負担をあまり感じずに続けることができます。慣れないうちは簡潔に書き、続けることを優先すると良いかもしれません。その他、練習日記は定期的に書きましょう。部活動などである程度の練習時間が確保できる方は毎日書くことをお勧めします。1週間の振り返りをまとめたページがあっても良いと思います。毎日練習できるけど数分だけという方は、書く頻度を週に1度にしたり、練習ブロックごとにするなど、自分に合わせて調節してください。また、コンクールや演奏会に出た後には練習日記を書くようにし、その時の出来事や感情を忘れないようにしましょう。以上が練習日記の説明となります。これから練習日記を書き始めるときは、メモの延長線として考えると、より気軽に書き始めることができます。その日の練習の感想や気づきを簡単に記録することから始め、徐々に自分なりの書き方を見つけていくと良いでしょう。まずは1日1ページから練習の一環として取り入れてみてください。それでは今回はここまでです。また次回もよろしくお願いします。なるほど、と思った方はチャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。ではでは。